香港科学武術学院の総教練真鍋学山でございます。よろしくどうぞお願い申し上げます。ですね、今回はですね、演習拳の耐震練習の基本というものをご紹介していきたいと思います。ですね、当学院ではですね、まずは段小さ、そして静音小さの順番で対人練習というのはやっていくわけですが、この2つの段小さを静音小さというものの根幹の技術というものをこれから紹介していきたいと思います。よろしくどうぞお願い申し上げます。対人練習の基礎といたしまして、単竿とフォーク竿の組み合わせがございます。これは段小竿でもちろんそうですし、静音小竿の下の部分、これ単竿に対してフォーク竿がきますというような組み合わせの、基本 どういうことでこの技とこの技というのは組み合わせになっておるのかというのを説明させていただきます。それでは練習生に登場していただきましょう。よろしくどうぞお願い申し上げます。練習生の A さんでございます。おなじみで A さんでございますね。ですね、まず単竿になりますね。単竿でフォーク竿が起きます。でこの段小竿でも静音小竿もこれが基本になるんです。段小竿でしたらここから入って線上に変わってジャンプでしょ。で打ったらボンでしょ。打ってきたらボンで元に戻る。この3アクションがあるわけで、静音小竿になりますとここからボン竿がこういうふうになって、でこう半回転していくということなんですが、これがですね、一般的な演習拳の動画とか見てますとペロッと乗ってるだけのことが多いんです。これはペロッと乗ってて単竿の上に腕がペロンと乗ってこれが始まりというようなことでは実はないんです。ですね、単竿の向かうベクトルは演習拳というのは相手の中心に向かって力が出ますから、これが向かえば必ずこういうふうにね、喉ぐらいもしくは顎ぐらいにベクトルがこう向かっているわけです。これ逆にフォーク竿でしたらこの手がこうグーに変わればこっちの方に向かっていくわけですね。グーの方に相手の中心の方に向かっていくんです。ここからフォーク竿がこのままでも結構です。このままでも相手の方にこう向かっていくわけです。相手の方に向かって相手の中心に向かって、走っておられる。これじゃあ相手が単竿がフォーク竿、お互い相手の中心を狙ってますから、でそれでがっちり噛み合うということになるわけです。がっちりこう噛み合うんですね。それで、ニッチもサッチもいかず拮抗するというのが、これが理論です。それでこの拮抗した上でもうこっちも前に出ないし、この単竿も前に出ない、フォーク竿も前に出ない。だから無駄な力を抜いてこの形を維持する。で力の方向はこっちですよ。で前に出る力は最小にしてますが、お互い前に出る力は最小にしてますが、向かうベクトルは相手の中心、こっちも相手の中心です。こうね、ただただペタッとこうしてるわけではない。力の中心というのがあってお互い狙い合ってるということが必須条件なんですね。見た目どう見えるか分かりませんが、そういうことが行われているわけです。逆でいきましょうか。私は単竿で、A さんがフォーク竿ということになれば、こう単竿でこう投げればこういうふうに相手の中心に向かいます。でこう単竿を投げれば相手の中心の方に力が向かうわけですね。で力がお互い出し合うとこれで拮抗して止まります。こんな感じですね。ほんでパワーはなるべく落として、でも力の方向というのは
いささかも変わらないで、これ以上お互いもう前に出すこともできないし、この辺で拮抗で止まっておる。これが北竿単竿の関係なんですね。で、細かいことを言いますと、単竿の中心というのは小指側の方に中心を向かえばいけませんし、北竿の中心というのはこちら側ですね、内側、ここに中心が来ないといけません。で、単竿と北竿が合いますと、こう外側に合いますんで、これ中心からこう外れてるわけですね。で、北竿の中心が揃うと単竿が内側に入ってしまいます。ですから本当に単竿北竿のぴったり中心が合うということは実はないんです。単竿が中心を取れば北竿は外に出るし、北竿が中心を取れば単竿は内に入ってしまいます。こういう関係なんですね。そこをお互い力をガチッと噛み合うと、こうピタッと止まってるような感じにこうなるんです。お互い中心がこうなりますから、こうお互い出し合ってピタッと止まるとこ、きっちり噛み合うとこがあるわけですね。こうスコスコいうことはありえないです。それは真ん中取れてない。真ん中取れ合った同士がお互いがこう真ん中、こう真ん中ですね、真ん中取れ合った同士がやればこうがっちり噛み合うということが、これが英春拳としての理論でございます。剣理術理と言ってもいいでしょうな。そういうことです。じゃあもうちょっとね近づいて、話していきたいと思います。お互いねこの溝落ちのところに肘が来てるっていうのがこれ一番大事なところです。そこからまっすぐ相手の中心に向かって力が出るっていうのがこれ前提条件ですね。これがもう真ん中空いてるようでしたらこうスコスコ通りますから、これを通らないようにしようと思ったらこういうふうにやったらこれ以上前に出そうと思ってもこう止まりますから、これ逆でも一緒。これでまっすぐは来れませんのでね。まずはね北竿が真ん中からこう緩んでいく。これだ締まって、それでなおかつそのままの締まった状態で前に出る。単竿でも一緒です。締まった状態で前に、相手の中心に向かって前に。でお互い、正面を向いての技ですから、自分の正面を出せば相手もその正面にいるわけですからね。まずはね肘をこう真ん中に寄せつつ前に出す。これ少年道でずっとやってる動作ですからね。もちろんこれできなきゃいけないわけです。こういうふうに寄せて、で少年と前こう出してるわけでしょ。でこの出してる分にこの単竿っていうのが絡みますから、でお互いこれで拮抗してがっちり噛み合ってこの形が出来上がってる。逆いきましょうか。こう単竿で真ん中からスーッと前に出そうとすると相手も前に出そうとするから、こう真ん中でしょ。ほんで前に出そうですね。前に出してお互いそうですよ。真ん中で出そうとするからこう拮抗して止まると、前にお互い出せなくなる。これが原則でございます。ほんでこれがこれになったら段違い竿になるし、これがこう正音違い竿になるわけですね。ほんでこの瞬間の単竿北竿も一緒ですね。でもう半回転してこの単竿北竿も一緒、そういうことですね。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。